これはアメリカの大使公邸の壁に7年間かけられていた木の彫刻である。ソ連が友好の証として米大使に送ったアメリカの国章。その内側には電源も配線もいらない盗聴器が隠されていた。誰にも気づかれないまま7年。冷戦の最中に起きたこの盗聴事件を NSA と FBI が公開した記録を軸にたどっていく。話は第二次大戦が終わった直後、1945年8月4日に遡る。この日、アメリカの駐ソ連大使ハリマンのもとにソ連の少年団の子供たちが贈り物を届けた。それは木を彫って作られたアメリカの国章だった。米ソがまだ大戦の同盟国だった時代の友好の記念品である。大使はその彫刻を皇帝スパソハウスの書斎の壁にかけた。国章はその後7年にわたってそこにかかり続けることになる。誰も知らなかったのは、その国章の内側に小さな装置が仕込まれていたことだった。設計したのはレフ・テルミンというソ連の技術者である。手をかざして音を鳴らす電子楽器テルミンを生み出したあの人物だ。彼が設計したのは電池も電源コードも持たない盗聴器だった。当時の傍聴は部屋に引かれた不審な配線や電気を流す装置を探すのが基本だった。電源のない盗聴器はその網に全くかからなかった。では電源がないのにどうやって声を拾ったのか。仕掛けは外から電波を当てた時だけ働くという点にある。装置の中には薄い金属の膜と短いアンテナが入っているだけだった。部屋で人が話すと、その声で膜がかすかに震える。すると外から浴びせた電波が膜の震えに合わせて変化し、声を乗せて跳ね返ってくる。ソ連は建物の外から電波を当て、跳ね返る電波を受け取ればよかった。電源も能動的な部品もいらないこの方式は、後に交通 IC カードや商品のタグに使われる電波で読み取る技術、RFID の先駆けだと評されている。国章は大使が交代しても壁にかけられたままだった。歴代の大使がその部屋で交わした会話は、外から電波を当てられれば筒抜けになる状態に置かれていた。ただし、ソ連が実際にどれだけの会話を聞き取ったのか、その録音や成果を示す記録は公開された資料の中には残っていない。分かっているのはこの装置が7年もの間盗聴に使える状態で、誰にも気づかれずにあったという事実である。装置が見つかったのは1952年9月11日のことだった。皇帝を点検していたアメリカ側の技術者が受信機の中に大使の声を捉えた。音をたどっていくと、声は壁にかかったあの国章の内部から届いていた。国章を開いて調べると、中からあの電源のない装置が現れた。発見に至る前のいきさつについては、別に1951年、イギリスの無線技師がソ連軍の通信に混じった英語の会話に気づいたという記録も伝えられている。ただ、その言い伝えの逃避を確かめる記録は残っていない。友好の証は7年目にしてその正体を表した。アメリカ側もこの装置の正体を詳しく調べ上げていた。1952年12月1日、アメリカの FBI は国章の盗聴器と題された報告書をまとめている。そこには電源を持たないこの装置がどんな構造で声を拾うのかが正確に書き残されていた。敵が仕込んだ技術をアメリカもまた記録に残していったのである。そして1960年5月26日、この国章は予想もされなかった場で世界の前に姿を現す。この年ソ連は自国の上空でアメリカの偵察機 U-2 を撃墜し、国連の安全保障理事会でアメリカのスパイ行為を非難していた。その議場でアメリカ代表のロッジ大使は一つの木の彫刻を掲げてみせた。ソ連がかつて大使に送ったあの国章だった。ロッジはこう述べた。この中には外にいる人間が部屋で交わされるすべての会話を聞き取れるようにする電子装置が収められていたと。スパイをしていたのはどちらか一方ではなかった。ソ連が送った友好の証そのものが国連の議場に掲げられた。友好の証として送られた木の彫刻が7年もの間大使の壁で声を拾える状態にあった。その事実が世界の前に示されたのは国連の議場でのことだった。掲げられたのは送り主のソ連自身がかつて大使に送ったこの彫刻だった。アメリカの FBI がこの装置を記録した報告書を一般に公開したのは
2019年4月24日。作成から67年後のことだった。電源のいらない盗聴器という発想は、この装置が生まれてから70年以上を経た今も、私たちの暮らしの中で形を変えて生き続けている。7年の間この贈り物は、その部屋で何を聞いていたのか、あるいは何も聞いてはいなかったのか。それを確かめる記録は、今も残されていない。出展は、アメリカ国家安全保障局 NSA の国立暗号博物館の展示解説、そしてアメリカの FBI が2019年に公開した国省の盗聴器と題された報告書。いずれも実物と実際の記述に基づいている。本チャンネルは世界各国の政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に日本語で紹介していく。これからも世界各地各年代の事案を一件ずつ辿っていく。